皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして AI 関連需要の爆発的な追い風を受け、ダイナミックな事業再編で生まれ変わろうとしていると現場でも話題になっている JX 金属証券コード5016の点検を行います。今最も目が離せない見どころ満載の銘柄です。裏側の戦略まで一緒にしっかり確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。サクッと確認していきましょう。配当利回り 3% 以上に対し 0.51% で不合格、 ROE10% 以上に対し 15.69% で合格、自己資本比率 50% 以上に対し 48.3% で不合格、配当成功 50% 以下に対し 27.4% で合格。総じて利回りは低く見えますが稼ぐ力は非常に高く、後ほど解説する隠れた特内の株主還元があるため見た目以上に魅力が詰まった大化け期待の成長株という判定になりますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。 JX 金属の稼ぎの柱を確認しましょう。全体の売上の約 44% を占めるのが銅の精錬などを行う基礎材料事業です。しかし会社が成長のコアとして全力投球しているのが全体の約 35% を稼ぐ情報通信材料事業と約 20% を稼ぐ半導体材料事業です。ここが JX 金属の凄まじいところなんですが、半導体用スパッタリングターゲットの世界シェアはなんと約 64%、 さらにスマートフォンなどに使われる FPC 向けの圧延銅箔の世界シェアは約 78% と文字通り世界を牛耳る圧倒的なトップメーカーなんです。 AI サーバーやスマートフォンに欠かせない先端素材を供給しており、これが他社には真似できない最大の強みになっています。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の業績のトレンドを見てみましょう。売上高を見ると大きく減っている年がありますが心配はいりません。これはボラティリティの高い資源事業を意図的に切り離したためです。本業の儲けを示す営業利益に注目すると2023年3月期の729億円から直近の2026年3月期には1750億円へと見事な V 字回復と成長を遂げています。次に財務の深掘り点検です。最新の決算によりますと総資産は1兆5053億円という非常に大きな規模を誇っています。現金などは約678億円、有利子負債つまり借金は3418億円ありますが、自己資本比率は 48.3% と合格ラインの 50% に迫るしっかりとした水準です。ここで少し初心者の方に向けて今回 JX 金属が発表した約2500億円規模の TOB、 つまり公開買い付けと CB 転換差しの発行という必殺コンボについて分かりやすく解説しますね。まず今回の TOB は自社の株を自分で買い戻すための TOB です。親会社が大量に持っている株を会社が直接買い取って償却すれば世の中に出回る株の数が減るので1株当たりの価値が上がり、私たち株主にとっては大きなプラスになります。そしてその2500億円をどうやって用意するのか、そこで登場するのが CB です。 CB とは将来株に化ける権利がついた借金のことです。最大のメリットは利息ゼロでお金を借りられるという点です。でも後で株に変わったら結局株の数が増えて意味がないのではと思う方もいるかもしれません。とても鋭い視点です。ここがこの戦略の最大のマジックです。少し具体的な架空の数字を使ってシミュレーションしてみましょう。例えば現在の株価が1000円だとします。会社は CB を発行して10億円を調達し親会社から自社株を買い取るとします。まず買い取るときは今の株価1000円ではなく少し割引して1株800円で売ってくださいと交渉します。これをディスカウントと言います。
10億円を800円で買うので125万株の株を減らすことができます。一方、投資家に10億円を借りる、つまり CB を買ってもらう時の条件として、将来交換するときは今の株価より高い1株1250円で交換しますよというルールにしておきます。これをプレミアムと言います。高い値段で交換する約束なので、将来増える株の数は10億円割る1250円で80万株で済みます。結果としてどうなるか。TOB で減った株が125万株、将来 CB で増える株が80万株、差し引きするとトータルで45万株も世の中の株の数は減っているんです。つまり JX 金属は借金の利息をタダにしながら株主の価値もしっかり高めるという魔法のような一石二鳥の計算を最初から組み込んでいるのです。まさに攻めと守りの完璧な戦略だと言えますね。続いて還元姿勢の点検、配当と EPS の推移を見ていきましょう。直近の2026年3月期の実績は31円でした。来期の2027年3月期は下限を20円に設定した上で20円の予想を出しています。配当の原資となる EPS1 株あたり純利益を見てみますと、2025年3月期の 73.53 円から2026年3月期には 112.71 円へと1年間で 50% 以上も力強く成長しています。配当の安全性は非常に高いと言えます。ここでグラフを見ておやっと思った方もいるかもしれません。2025年3月期の配当金が 109.55 円と突出していますよね。18円だったと思っていたという方もいるかもしれません。実はこれは特別配当などではなく、通常配当の18円に加えて銅の価格が想定より上昇して利益が上振れた分をなんと 91.55 円も私たち株主に還元してくれた結果なんです。来期は20円で減配と思うかもしれませんが、騙されてはいけません。先ほど解説した約2500億円の自社株買いがあるため、来期の総還元成功はなんと驚異の約 235% に達する見込みです。配当と自社株買いを合わせた株主への還元姿勢は業界でもトップクラスの手厚さだと言えます。次に直近決算と将来目標です。2026年3月期の通期決算は売上高が8846億円で前期比プラス 23.7%、 営業利益は1750億円で前期比プラス 55.5% と文句なしの大幅な増収増益でした。来期の2027年3月期も売上高9300億円、営業利益1900億円とさらなる成長を見込んでいます。さらに将来への布石としてひたちなか新工場に約230億円の追加投資を決定し、半導体用ターゲットの生産能力を約 1.6 倍に引き上げます。また三菱マテリアルや三井金属などと同性向の事業統合を最終契約し、競争力の強化を進めています。加えて MSCI ESG レーティングで初めての格付けにして AA という高評価を獲得し、海外投資家からも愛される銘柄へと進化し続けています。続いてチャートと需給の点検です。株価は現在3900円台で推移しています。一時は4700円台から大きく下落し、現在は高値圏での調整が続いています。3500円まで下がらないのと待っている方もいるかもしれません。しかし今回の自社株 TOB の買取価格が3401円に決定しており、これが市場では会社が認めた事実上の底値ラインとして強烈に意識されます。そのため3500円付近になると強力な買い支えが入りやすくなります。業績は AI 特需で絶好調なため、3500円の底値まで待っているとその手前で反発してしまい、買い逃すリスクが非常に高いと分析できます。最後に結論、
のんびりの判定です。総評として JX 金属は世界最強クラスの先端材料メーカーへと見事な変身を遂げている大化け期待の成長株という判定になりますね。具体的な指値としてはダウンサイドリスクが限定的であることを見立てて3800円から3850円付近で安全に拾っていく戦略が有効だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。